こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回やってきたこちらがですね、かなり多分この外観もインパクトあるのではないでしょうか。一軒家にやってきました。今回ね、2世帯住宅ということでゲストの方の住んでる部分の方を紹介ねさせていただければなと思ってます。やっぱりこの一軒家ならではのスケールの大きさ、家具がね結構インパクトがあったので、それぞれそのあたりのお話を聞ければなと思ってます。じゃあお待ちいただいているので行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。今回のゲストはですね、こうさんです。クリエイティブプロデューサーという肩書きなんですけれども、環境音を用いたサウンドデザインを主に仕事している形をとっております。はい、以前記憶的ルームに出演いただいた桑山さん、はい、とお知り合いなんですよね。そうですね、学生時代から。あ、そうなんですね。はい、それで今回はご紹介いただいてやってきました。はい、ということで、今回紹介していただくこちらのご自宅が一応 2LDK です。はい、110平米ぐらいですね。はい、広いですね。広いですですがこの物件をなんか建てた決め手ですよね。はい、もはや去年の10月に、住み始めたので、じゃあ3ヶ月ちょっと。そうですね。はい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 。どうですか、なんかこの物件を建てるにあたってこだわったポイントとか選んだ決め手とか何かあります？やっぱこの広さ、土地の広さっていうところと、海沿いなので、結構そのいわゆる土砂災害とか津波が結構僕らも家族持っていて気にしてたので、そこに該当しないエリアってところは結構気にしながら選んでたので、結構そこがまさにたまたまフィットしたような土地になってます。あとは家ですかね。家でいうとカラフルなアイテムが結構僕は好きなので、なるべくあんまりうるさくないような家にしたいなと思ったので、白を基調にした、室内っていうところは心がけて、作った感じです。はい、ダイニングスペースなんですかね。そうですね。はい、この机はもう結構だいぶ味が出てるんですけど、ちっちゃい時から使っていた机で、父親が前の家で特注で作った机なので、どこにもない机になっていて、買うっていうよりも親父から奪い取るというかいただいたものになってますね。だからすごい気に入ってるとかもうずっと一生ものかなと思っている、感じです。やっぱね、こう一軒家にちょっとこういうスケールのでかいダイニングテーブルって、僕も憧れます。ありがとうございます。僕もようやくできた。ようやくできた感じ。ようやくできた。これも実は実家の時に使ってた Y チェアで、もう結構もうちっちゃい時は僕が乗ってたので超ボロボロになってたんですよ。でここが割れたりとかしたんですけど、父親が直すっていうところでかなりリペアして綺麗にしてもらったんで、今はもうめちゃくちゃ新品というか味があるんですけど、すごい綺麗な状態で譲り受けたという形になってます。名作はすごく心地いいなっていうのがあるので、僕も普段ここで仕事よくしてたりはするんですけど。ここは今なんか冬っていうのもあってあれですか、ちょっとこういうブランケットのデコレーションというかしてらっしゃるんですか？なんか僕がこう布物がなんかわかんないですけど、結構いろんなところに置いてるんですけど好きで、友人からいただいたマイトーンをもらって可愛いのでここに置いてるっていう感じです。ちょっとニットではないか。そうですね。でもニットかもしれないですね。肌触りもいいですね。これはラルフローレンのブランケットで、ホームグッズは結構ね、実はいろいろありますよね。充実して。これが僕分かんないですけど、友人からついこの前もらって、ちょっとエルメスっぽいみたいなので、ちょっと子供からエルメスっぽいなと思っていただいてすごい可愛いなと思ったんで、もうすぐかけてるって感じです。これテクラのやつですね。本当はなんか子供が寝返りし始めたぐらいの時に引こうと思って使ってたんですけど、全然サイズが合わなくて、もうだったらかけちゃおうと思ってかけてる感じです。こうさん普段定位置は決まってるんですか？もうここです。ここなんだ。やっぱここのリビングの開放感でやっぱ仕事したかったので、ほぼここに、うるさくなければここにいるって感じです。天井もいいですね。やっぱ抜け感もあって、これ杉の木で全部作って、気持ちいいですね。抜け感がやっぱあって、ここ開けるとより抜け感がすごいあるんですけど、確かにそういうことか。この辺はどうですか？結構小物系のデコレーションもやっぱ結構色彩のパキッとしたものが多いと思うんですけど。そうですね。これ全部イタリアのコルシデザインっていうところのもので、福岡にあるブルーモさんっていう花器をよくとかインテリアグッズ多いとこなんですけど、福岡に友人に連れてってもらって、このデザインの他にないかなっていうところでネットで調べてたところ、平べったいものも買わせていただいて、ちょっと色派手なんですけど一応トーンは揃えたいなっていうところで買った3つのすごいお気に入りので、これ
買った決め手が実はめちゃくちゃ柔らかいだから子供がなんか持っても大丈夫だなっていう。陶器とかそういうものなのかなと思ったら、樹脂なんで、まあ子供がねなんか投げても確大丈夫な可愛いインテリアっていうのがすごいいいなと思って、はい、結構カードゲームとかもやるんですか？一応友達が来たらやろうかなと思いつつまだやってなくて、なんかめちゃくちゃ綺麗な状態で置いてる、まあ、いつかやるために手持ち無沙汰になるタイミングがあったら活用できるんじゃないかっていうので買いましたね。はい、で普段はじゃあこういう形でテレビを見たりもするみたいな、もうテレビっ子なので絶対テレビは置かないと僕は死んじゃうというか生きていけないタイプなので、音がないと不安になっちゃうタイプで、昔から結構ずっとテレビはつけっぱなしみたいな感じでしたね。なんでテレビ台は知り合いの造作できる方にお願いしてテレビ台っぽくないテレビ台を作ってほしいっていうのを話をして、まあ結構一発目にこのデザインがあってきたんですけど、もうこれ絶対作ってほしいですっていう。すごいなこのデザイン。かっこいいですよね。ちょっとなんかイタリアとかメンフィスっぽいなんかものとの相性がやっぱいい感じしますもんね。これはたまたまメルカリでディグってたら、あれこのテレビライト合うんじゃねっていうのと、なんか子供が将来的に使えるからなんかオブジェというかちゃんと機能的なツールにもなるかなと思って、まあ、メルカリでたまたま見つけて買ったものになってます。可愛いこの色すごい。椅子でいうとこっちの2脚だけこう違うデザインだと思うんですけど、これはまあ皆さんご存知のイームズチェアですね。これはなんかメルカリでこれまでディグってて、この椅子だけだとちょっと空間的にもったいないなと思ったので、リプロダクトなのかどうか確認というかして本物ですと言われたので一旦じゃあ本物だったのかなと。こっちのじゃあソファー周りお尋ねしたいんですけど、これも実はですね中学生ぐらいから使ってる、中学生の頃から実家で使ってたソファーを中学生から使ってこれはずっと僕が一人暮らし始める時からずっとついて回ってるソファーで、なんか思い入れがあるとかでもないんですけど、なんかずっといるから、なんか安心するっていうのがあってで、まあ、本当はこの新居を建てるタイミングで変えようとは思ってたんですけど、やっぱ子供が生まれたばかりもあって、まあいろいろ汚されちゃったりするって言って確かにね、じゃあ一旦やめようっていうのでこれを今使ってるって、まあ、ちょうどこのスペースにもフィットしてるんで、まあ、ちっちゃい時はこれで一旦いいかなっていうそういうことなんですね、感じでした。結構ボロボロではあるんですけど味わいはだいぶこのやっぱブランケットはブレスの、ブレスのブランケット、ブランケットです。結構てか分厚いんですね、ブレスのブランケットって。すごいこんなに厚みあるんだ。毎シーズン柄が違うので、まあ本当好きなもの毎シーズン変わるんだ。毎シーズン変わります。へえ。なんでもう毎シーズンなんか気に入ったのが見つかればいいなっていうのも、僕たまたまこれ素敵だなと思ったので、色合いとかが、どこの場所か全く知らないですけど色合いが素敵だった。クッションとかはエブリワンのエブリワンラブズマレンコっていうクッションで、マレンコとコラボした時にエブリワンがオリジナルで出したクッションで飾っておきたいなと思ってちょっと買わせてもらって、まあ、マレンコいつか欲しいっていう意味を込めてですね。ああそうなんですね。実はマレンコ一回買おうと思ってたのもあって迷ってたんですね。だから一旦マレンコ代わりにこれが来てるんですね。使わせてもらってるって感じです。これはメルカリで見つけたラグなんですけど、まあ、ちょっと汚れてるんで、まあ、子供乗せるのちょうどいいなっていうので、まあ、ちょうどこれにサイズがあったので聞かせてもらってるって感じです。しかもこれ花柄なのか。なんか日本人のおばあちゃんとか作ったのかなみたいな。めちゃくちゃセンスのいいおばあちゃんが作ってる可能性あります。そんな気はなんか海外の感じはちょっとないなと思った。確かによく見るとね、そうですね。これはポップっていうアーティストさんの作品で、火鉢の側の部分なんですけど、アクリルって今の現代の素材を組み合わせて、まあ、一つの作品にする、まあ、こういう作品は結構彼らの代表的なもので、結構大きいアイテムが好きなので素敵だなと思ってもう買わせていただいたものになります。ここはまあなんか背の高い椅子がないなっていうふうに思って、首を休められる場所を1個作りたいなと思って、B&B イタリアのカロスというモデルのもので、やっぱさすがだなというか座り心地がよくって、買わせて買ってよかったなっていうふうに思ってます。ここは何をして過ごすことが多いですか？寝る、昼寝とか、なんかするって寝るとか、なんかぼーっとする場所として使ってますね。これもヤフオクで買って、これヤフオクなんですね。この椅子に合いそうなサイドテーブルを探してて、8,000円ぐらいだったのかな、安かったんで失敗しても大丈夫かなと思って買ったものになってます。これはもしかしてさっきもお名前に出てたブレスとかの、ブレスの、ライトなのかと言っていいかわかんないですけど、オンオフがないんで挿しちゃうと光るんで。そうなんですね。だから基本的にはもうオブジェみたいな。本当は使おうと思ってたんですけど、ずっと光るとなんか使いづらいなと思ったんで、もう飾りにしてます。ここも今名前出たブレスですよね。ブレスが好きなんで。僕ちょっと気になってたのがこのパーテーション。
ラフォルマっていうスペイン・バルセロナのブランドらしく、蔦屋湘南に今実はお店があって、たまたま行った時に2万ぐらいだったんで、そう安いんですよ。2万これ？そう2万なんですよ。これやばいですね。やばいんですよ。でどこに置くか分からなかったけども、とりあえず欲しいって妻とに言って引っ越してから置く場所決めたぐらいの、感じなんですけど、ちょうどハマったんで、なんか買ってよかったねってめちゃくちゃ置いてから、めちゃくちゃいい買い物したなっていう感じです。これも靴履く時とかに買おうと思ったんですけど、超安定感なくてなさそう。でも見た目が可愛いんで、多分カーブバイショーン・ブラウンとかの多分っていうブランド、エッセンスってファッションサイトで売ってて、使い勝手はめちゃくちゃ悪いなと思いながら飾りになっちゃってますけど、飾りになっちゃったやつ。あとはこの辺もこうちょっとね入り口入ってきた時にちょっとそういうメンフィスとかイタリアっぽいななんて思ってたんですけど、これは一応洋服をかけれる、ハンガーラックになってて、これまたヤフオクで見つけて、これアノニマスなので誰の作品かわからないんですけど、メンフィスとかが出た時とかに作られたものなんじゃないかっていうので、なんかちょっと内股にしたら踊ってる感じがしていいなと思って、今もうちょっと内股にして調整できる、調整できるんでちょっと陽気な感じになるなと思って、可愛いんでもう色合いとか好きになったんで、見つけてすぐ買っちゃったやつです。こっちもハンガーで、友達とかがやっぱ一人っていうよりは何人かで来るので買ったやつです。これちょっと名前忘れちゃったんです。これもヤフオクで見つけたやつ、買ったものです。さっきパーテーションで出てきたラフォルマの鏡になって、ここの縁取りが結構印象的で、僕鏡好きっていうとナルシストっぽいですけど鏡結構好きで、大きい鏡で可愛いのがたまたまあったんで、あれとパーテーションと同じタイミングで買ったものになってます。ちょうど階段上がった時に鏡あるとちょっと広く感じていいかなと思ったんで、今言ったここに置いてるって感じです。で、こっちですね。今度キッチンスペースということで、インテリアのスタイルもなんか若干ムードが変わったような気もするんですけど、ここはやっぱ妻が主戦場としている場所なので僕のもちろん好きなものも置いてますけど、妻が使う空間としてやってるので、ちょっとやっぱテイストが違ってくるかなと。これは友人からもらったものなんですけど、なんか調べると某コンセプトのニューヨークって多分アイテムになってて、なんかこれもらった時何も考えずになんとなくもらいに行って車で取りに行ってもらいに行ったんですけど、この家になった時に捨てようかなとぐらい思ってたぐらいだったんですよ。そう、一応持ってきた理由としては、あっちにある机がまだ来なくってタイミングがちょっと合ってなくって、一旦これがないと生活できないので置いたんですけど、めちゃくちゃやっぱガラスのテーブルのなんか良さをここで感じて、圧迫感全くないし、本当何も邪魔しないので置くとすごい使い勝手いいなってところで、今はすごい気に入ってるアイテムになってますね。こっちはなんかね、ちょっとアイテムもアメリカのちょっと雰囲気というか、なんとなくやっぱ家具も多いですもんね。これクッションをこれクッションついてるやつ、ついてるイームズチェアで、これは父親の事務所にあったものを使わなくなったっていうので譲り受けてものなので、こちらあれは自分で買った、あっちのやつは自分で買ったんです。これは譲り受けた椅子になってます。お父様は建築家とかなの？そうです、建築家です。そうなんだ。この家も作ったのが父親なので、だから以前お持ちだったものが、いい面白いやつが多い。僕もB&B を知ったのも父親が B&B が好きで、隣の家にも B&B のアイテムあるんですけど、でもとてつもなく定価が高すぎるんで調べてもらうと多分桁がちょっとびっくり、いわゆるカッシーナとかよりも全然上なので買えないのでいいなと思いながらヤフオクでうまく見つけたんですけど、そういうの父親から情報を仕入れて、これはなんか可愛いのでお父さんから譲り受けたという形になります。ここは照明も、ペンダントはそっか、あっちのリビング側はつけてない。これ結構話がありまして、そうなんだ。もともと机ここに置く予定だったんですよ。実は机をこっちに置く予定だった。あっちはもっとだだっ広いリビングで使おうってなってたんですけど、いやここでぎゅうぎゅうになんじゃねえかっていうのに、話をして、計画はもともとがよく鋭いですねあれってなりましたね。なので、こっちはここにちょっと使えるやつで、これはちょっと遊びな照明を買ったって感じです。こちらはインプションさんでリサイクルで結構いろんなもの取り扱ってるところですけど、そこで買ったアルテックってなんか日本のメーカーっぽいんですけど、なんかガラスで、これもやっぱちょっとこのガラスのトーンで合わせたいなと思ったんで、買ったもので、あっちはひいきっていう洋画にあるお店で買ったもので、なんか色合いがちょっとあっちの名残を
ここにちょするとここだけ引きあっち継がせる前提でそうなりますよね。はいっていうアイテムになはいる、はいはい。はいここのキッチンですよね。はいどんぐらいあるんですかここは。一応6メートルぐらいかなという話で、あー普通は半分で終わりなんで、それをある意味一家庭の2つ分つけてるみたいなすごい感ですよね。じになってます。これはもともとこのサイズが良かったというか、もともとこういうイメージだったんですか。いやもともとはやっぱアイランドとかに最初はキッチンしようかなっていう、こっちにつけてこっちにカウンターあるみたいなこういう感じだった最初の設計とかそうだったんですけど、スペースがなんかやっぱアイランドって若干もったいなくなるので、有効活用するのでやっぱ壁付けがいいよねっていう時に、でここ全部キッチンのサイズ超かっこいいんじゃないかっていうので結構父親と盛り上がってじゃあここにも思いっきりつけようというのと、ただやっぱこっちが壁になるので、はい、ガラスとかがないガラスがないと、やっぱ圧迫感がすごい出てきちゃうので、まあ、ここにこういう窓をつけることで開放感もありながら作業ができるような形を取りました。一番これも高さ高くしてて高いですよねちょっと。あ、高いか。これ高いで、僕180あって、はい、妻いないです170あるんで、そうだから大きめの2人なんで結構一番高いやつっていうので、そうなんです、ね、まあこれも本当に一番そのリクシルで選んだ一番高いやつにしたっていう、はい、感じですね。まあ皆さんご存知の USM ハラのやつでこれもインプションさんでユーズドのやつを買った。でここをどうするかをすごい妻と議論していて何置くみたいな確かにね、いろんな食器棚を検討したんですけど、憧れの USM ハラじゃないですけど、素敵だなっていうのと、結構前のオーナーさんが相当こだわって作ったんで、こことかもグレーだったりするんですよ横だけ。あ、本当は黒白グレーなのか。だからなんかすごい落ち着いた色合いのクレジパターンだなと思って買ってみて素敵だなと思って、やっぱこれ USM ハラがここに置いてよかったなっていうふうに思ってますね。グラブネルワインって有名なワインがあって、こうやって下にこう下もそうです、こういうことですか。そうです。これがワイングラスでコーンとこういうことですね。グラブネルグラス、これなんかもう全然売ってないみたいで、メルカリで探してもらうと2万5,000とかで出てるみたいな、なんかプレミアムがついてるぐらい。なんか癖になりますね。なんか癖になる。なんかもう見たことないんで。可愛い、いいですねこれ。そうで大磯にある水っていうワイン屋さんがあって、そこも今日も行くんですけどめちゃくちゃ話してくれるのにメルカリ調べて全然ないじゃんみたいな、全然売ってないんですけどって言ったら、うちで売ってますみたいな。あ、そうなんだ。でもラストのワンペアが買わせていただいて、結構じゃあ貴重なんですね。貴重らしいですね。だからナチュラルワインが好きな方とかは、おってなるグラスらしいので、僕はおってなるもの持てたんだという今喜びを感じなんですね。あと僕ずっとネットで見てて気になってたなっていうのがたまたまあって、ピープリークレコードをモチーフというかにしてるグラフィックが結構特徴的な。そうですやっぱなんか音楽の仕事をしてるのもあって、これなんかちょうどポップの家具を売ってたところのまた別の場所でたまたま僕知らなかったんですけど、たまたま見かけてすごい可愛いなと思ったんです。同じタイミングで買わせてもらったやつ。これ結構使ったりもします？いや、やっぱ妻的にはなかなか真ん中空きっていうアバンギャルドの形が使いづらいとは言うので、まあ基本は今飾りにはなっちゃってるんですけど、でも可愛いですね。可愛いですよね。よく目の付けどころが素晴らしい。気になってたやつだったんで。アレッシーが出してる灰たたきみたいで、インスタでブルーベックっていうユーズドのものを使ってるところの広告がたまたま出てきて、なんか僕あんまり機能的じゃないものを買うのをあんまりしないようにしてて、ハエ叩くかわかんないですけど、一応ハエが来た時に叩けるものとして可愛かったんで買いまして。この辺はエンダースキン。そうです。両方とも結婚祝いとかでもらっていただいたものなんですけど、エンダーらしいなんかそっと日常に寄り添ってくれる感じがいいなと思っていただいたものですけど、すごい気に入って飾ってます。これ下にも使ってるんですけど、プエブコのプエブコなんですねこれ。なんかジャガードっぽいというか。プエブコこんなの出してますね。結構派手かなと思ったんですけどまあなんか普通に馴染むよりあえてこういうのをやっても、まあ家も結構カラフルなんでいいかなと思って、買わせてもらったんです。下にもお部屋があるということなので、ちょっと案内をしていただきたいと思うので、いいですか？じゃあ案内していただいて。はい。フレキシブルルームという形で作ったんですけど、まあゆくゆくは子供部屋になるかなっていうところで、まあ一応友達が来た時に寝られるようなベッドがいたりとか。ゲスト用のベッドなんですね。まあ一応子供が大きくなった時にもう寝れるようにだったらいいかなと思ってるんで、ベッドとか布団を敷いてるっていう形になってます。普段はお仕事を今される時はこっち
とかもあれなんですか、使うんですか？子供がいてうるさくなっちゃった時とかはここで打ち合わせをしたりしているので、まあ、でもたまに使ってるスペースっていう、まあ、僕の物置みたいな今物置になってるんですね。こんだけ僕いろんなもの持ってるんで、はいはいはい、置いてますねそれを。ですがこういうメガネ系とかはジャンルでいうとどういうスタイルのものが好きなんですか？でも今かけてるこうツーブリッジのようなやつとかは結構好きなので、これもネイティブサンズのメガネで気に入ってるんですけど、でもなんか大人になったなって思うメガネやっぱ10アイバンのメガネで、一見シンプルなんですけど黒縁ってスタンダードすぎてつまんないなと思ってはいたんですけど、結構線が細くて繊細で、まあ、かけたら結構大人な雰囲気になるので、なんかこの年齢になってすごくかけてかっこいいなって思ってるんで、なんかこの年齢でつけれるメガネになったなってところで結構最近気に入ってよくつけてます。はい、香水はどうですか？もう本当気分なんですけど、まあ、結構海外旅行行った時に免税で買うことも多くって、まあ、このアクアディパルマとかは日本にも置いてるんですけど、海外だと結構1万円ぐらい安くなって買えるので、だから結構免税めがけてアクアディパルマは買ったりとか、シャネルの香水とかも羽田空港の免税でもやっぱ1万円とか安くなったりするんで、まあ、そういうタイミングで結構買ってますかね。あと最近はこのパンピューリっていうタイのこれオイル香水なんですけど、なんか品があって、まあ、これもタイに出張行った時にめがけて買ったみたいな感じになってます。はい、なんでまあこだわりは匂いが飛びやすいみたいな口コミは見ながらちゃんと匂いが残ってくれるものは選んで買ってるんじゃないかなと。はい、これは上で紹介させてもらったポップの椅子になっていて、クリアな椅子可愛いなと思ったんで、まあ、あんま座ってないんですけど、なんかここに1個置いてあるだけで結構雰囲気出るなと思ったので、オブジェに近い僕の中になってきたんじゃないかなと思ってます。これ回転もするんですか？一応なんかこうそういうことか、そういうタイプのやつか。なんかギミック効いてるなギミックみたいなやつね。反動のあるタイプなんですね。そうです。あとはなんかちょっと気になったのは、こういう充電ケーブルもあれなんですね。ちょっとブレスとシュプリームのコラボのやつです。へえ、こんなの出してるんだ。はい、出してた時があって初めて見ました。これ絶対買おうと思ってすぐ買ったやつです。文字が入ってる。シュプリームとかどっかに入ってるんですけど、かわいい。これちょっと回さないとわからないんですけどちなみに普段そのやられてるお仕事、どういうお仕事になるんですか？改めてその仕事そうですね、僕は環境音を扱っているので、いわゆるこういう足音とか今の足音とか家具のこういう音とかをサンプリングして、そこから楽曲を作っていくやり方を基本にしてやってます。企業さんの案件が多いので、企業の最近だとオフィスミュージック作ったりとか、シンプルに企業のプロモーションができるような楽曲作ったりとかしている感じです。いろんな実験をしてます、環境音を使った。環境音だけで作るんですか？いろいろバリエーション今まであったんですけど、去年ぐらいからもう環境音だけもう振り切ってやろうっていうのを結構決めて、大変なんですけど普通の王道の音楽の使い方は全然ないので、でもちょっとチャレンジしてみたいなと思ったので、今は結構そっちに振り切ってはやっています。そういうことなんだ。じゃあなんかよく言うその映画とかにつけるようなまたああいうサウンドエフェクトとは全然だからまた違うものってことですよね。そうですね。あれも環境音とかを使っていわゆるフォーリーっていう世界なんですけど、もちろん拾う音とかは近かったりはするんですが、僕らはそれをいわゆるそれだけ聞いても楽しめるようなコンテンツにしていくってところではあるので、それをなんだかんだやってるっていう感じで、もうなんかやり始めると僕なんか諦められないというのでなんかうまくいってるのかいってないか分かんないんですけど、いろいろ楽しい仕事はもらってはいるので、今は細々ですけどやりたいなと思ってずっとやってる。そういうことだったんですね。はい、わかりました。あとはね、ちょっとファッションのお話もさっき聞いたと思うんですけど、洋服も結構お好き？そうですね、もう昔から好きなのでたまりにたまってるっていう感じです。割と柄物とか派手なものが好きだったりはするんですけど、ひげを伸ばし始めたのもそれに負けない色物とかに負けないもので、雰囲気出せればなと思ってるので、なんかこんだけ世の中いっぱい色があるので、なるべく死ぬまでいろんな色を着たいなっていうのを思ってそして家もカラフルにどんどんなっていっちゃったんですけど洋服もなるべくカラーを使うようにはしている感じです。ボーディっていうブランドのアウターになって、やっぱ全部刺繍、もう着る民芸品工芸品っていうのがやっぱボーディの僕はコンセプトだと僕は買って持ってるので大事にしているアイテムになってます。ちなみにどうですか、今日のファッションのコーディネートとかは
せっかくなんではい、上から下までお尋ねしてもいやいいですか？今日はもうマジで悩んだんですけどこうどう見られるかっていう。はいはい。でやっぱ家がこうカラフルで、まあ、相手もそれなりにちゃんと、まあ、お金をかけてきてる中でなんか生きってるなってちょっと思われたいけど、はい生きりすぎると嫌なので確かにどういうバランスにしようかってすごい迷って、本当はボーディのシャツとかもあって着ようかなと思ったんですけど、ちょっと家のカラフルさとカニバルかもしれないと思って割と落ち着いたんですけど、まあ、デニムは最近買った純也渡辺のああはいはい。これは ACDC をプリントしたうーんデニムになってて、上はもう中学生くらいから着てるユニクロの寝巻きです。すごいな、物持ちいいですね。これでやっぱ純也とボーディ着ちゃうと生きりまくっちゃうので、これでやっぱ中和して、なんかこの人中学生から服着てんだぐらいの、でも一応そういうテーマで本当中学生ぐらいから着てるすやつなんで。ごいですね。普段はどうですか？なんかチェックするブランドとかはい、お店とかあるんですか？なんかありますね。もうやっぱボーディはいつも、今めちゃくちゃ高いんで、うんもうほぼ買えないなと思ってますけど、ギャルソンうんうんがすごい大人がハマるブランドだなって思ってて、まあなんかその中からどっから入るっていうとやっぱ純也が割と、まあ男感もちゃんとあるので、はい、そこから今入り始めて、まあちょっとオムとかオムフィルとかもちゃんと見始めてはいるんですけど、ギャルソンはすごい好きで、お店はフェイっていうお店があって、はい渋谷にあるお店で、まあ、友達がやってるお店なんですけど、まあ、そこでボーディとかもやってて、で大きいサイズが置いてるお店なんで僕みたいな人間はめちゃくちゃ選びやすいっていうところで、はい、もう大体そこに行ってるかなって感じです、東京行くと。なるほどね。はいこれはさっき上にかかってたアマレットはいはい。さんで買わせていただいたやつですね。多分インドのキルトなのでより民芸品感があるのかなと思ってて、隣はベトナムに旅行で行った時に現地で買わせてもらった、多分カーテン的にかけるんですけど、あ、そういうことか。そう確かに向かければこうってはい、確かに布物かかってるイメージあるわ窓に。これなんか引っ越した時のテンションで買っちゃって、はいはい、下北沢のおしゃれなお兄さんの家になっちゃったなと思うんですけど確かにね。でもなんかデビッド・ボーイ、やっぱ僕は音の仕事してるっていうのをどっかにこう散りばめたくって、なんかたまたまこれもメルカリでディグってて見つけていいじゃんと思って妻にはめちゃくちゃ反対されたんですけど、押し切り買ったやつ。押し切ったんですね。はいはい。玄関もあれなのか、これ可愛いですね、玄関マット。危機開会のへえ、可愛い玄関マットですね。なんかここにすごい北欧っぽいアイテムとか置くよりはちょっとカルチャーのあるアイテムを置くと、ぽくなりすぎなくていいかなと思ってはい、タイタンはまあ昔からも知ってる人の方なのでチェックしていて、まあ、これ可愛いから買うって言って買わせてもらったやつです。はい、あとはやっぱりここはインパクトありますね、中庭ですかね。はい、中庭ですね。ここはまあ本当まだ何もしてないんですけど、まあ、今友人と1個ベンチとサイドテーブルを作ってるところで、まあ、早くそれができるとよりチルな空間になるかなと思ってます。本当は間に合えば間に合わせたかったんですけどもう3月ぐらいになるって言われたんで、まあ、ちょっと無理かなと。もう絶対無理です。はい、これはあれです、エンダースキーマーの今売ってなくなってないですよね。これもだから本当期間限定というかさりげなくていいなと思って、今気づかれないけどよく見ると気づかなかった。俺普通にパイプ椅子だと思ってましたもん。それが実は原子で作られてて、まあ絶対座らないようにしてるんですけどなのでまあこういう飾りとしてはいいかなと思って、はい、置いてるですね。見てもらうと変だなっていう、確かによく見るとねわかりますね。コウさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後にコウさんの方からお知らせしたいものとか告知したいものあればしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ずっと僕は音の仕事をしていて、まあ環境音を使った楽曲制作とかサウンドロゴを作ったりとかオフィスの BGM 作ったりしてるので、そういった自分たちらしい音を使った、まあ、環境音を使った何かアウトプットにご興味があればぜひインスタグラムから連絡いただければと思います。はい、では気になる方はぜひインスタグラムの方をチェックしていただければなと思います。お願いします。ありがとうございました。